Bonjour à tous! 皆さん、こんにちは。ベルギーからなぎさです。本日はベルギーに住んで大変だったことをお伝えしたいと思います。一番最初に出したビデオはベルギーに住んで良かったこと、メリットだったんですけど、これからベルギーに来る方にとってベルギーに住んで大変だったこともお伝えしたいなと思ってこちらのビデオを用意しました。早速いきたいと思います。まずベルギーに住んで大変だったこと1つ目は英語が通じない地域があるということです。1本目に出したビデオでは英語が割と通じるのがベルギーのいいところっていう風にお伝えしたんですけど、ブリュッセルとかやっぱり北のフランダースの地方っていうのは英語も喋れる方が多いんですけど、私が住んでるのはなんとワロン地方なので南の方です。フランスに近い地方なので、それこそもうフランス語しか通じません最初に来た時に全く英語が通じなくって、ここは絶対住めないだろうなっていうのを私は思って、住むからにはやっぱり勉強しようということでフランス語をしっかり勉強しようっていう気持ちにはなったんですけど、ワロン地方の話ですよ。まずお店に行っても英語で喋って通じる確率が 20% 以下ぐらい、スーパーでももちろん通じないし、例えばパッと思いつかないんですけど Can I pay with my credit card? とか、さすがにクレジットカードでも通じないところもありました、やっぱり。なのでフランス語ができないと厳しいっていうか、フランス語を勉強しないといけない環境になるっていうことです。プラスに捉えて、フランス語も喋れるようになったらラッキーぐらいに私は考えてます。2つ目はお水が硬水なことです硬水って言われても多分日本に住んでる皆さんそんなに軟水と硬水の違いって多分気にならないと思うんですけど、私はベルギーに来る前に沖縄に住んでいたんですけど、沖縄でもなかなかの硬水でした。なので、シャワーとかをすると乾燥がすごいだとか、肌荒れをする、あとはシンク周りにすごく水垢が溜まるとか、そういったことが東京にいる時より頻繁に起こってました。なんですがベルギーは沖縄の硬水に比べてより頑固お水がやばい。なので多分最初にベルギーに来てびっくりするのはお水かもしれないです。もしかしたら対策としては、飲む水だったらブリタを使う、じゃないとケトルとかが水垢カルキで白くなります。お湯入れるとコップに白いのが浮いてきたりとか、最初分からなくってお水やばくねって思ったんですけど、これ大丈夫だよ、飲みなよって言われて、でも飲みたくないじゃないですか、やっぱり。なので、ブリタを買って浄水した水を使ってるんですけど、そしたら割とカルキは減りました。シャワーの方に関してはシャワーヘッドを軟水器に変える。何が起こるかというと、頭皮がめっちゃ痒くなるのと、やっぱ乾燥するっていうのがデメリット。今私が使ってるのはこちらのタイプのシャワー用軟水器。あとはこっちのホームセンターにも売ってるので、長く在住する方とかはそちらで見てみてもいいのかもしれないです。3つ目に関しては個人的に大変だったことなんですけど、コンビニがないことですコンビニがないって結構不便じゃないですか、日本から来た皆さん。私はコンビニ大好き人間だったので、ベルギーに来た当初はおにぎり買えない、朝のパンが買えない、どうしよう、24時間やってるところがないと思って、コンビニがあればいいのにってずっと思ってたんですけど、なくなった今逆にコンビニがなくてよかったなって私は思いました。なぜならやっぱりコンビニってそんなに毎日食べて体にいいものではないし、その分自炊する時間が増えたので節約になってるなっていうのと、体にもいいですよね。やっぱりコンビニがないイコールトイレもないんですよ。やっとあったと思って入るとお金を払わないと使えない有料トイレが多いです。なので絶対コインはキープしておきましょう。お店に関して言うと、ベルギーのお店って日本と全然違っていて、店員の人ってやっぱり最低限しかやらない、自分の仕事しかやらないなっていう風にちょっと感じたことがあって、例えば日本だったら何々ってどこにありますかって聞いた時に、こっちですよってすごく親切に教えてくれるじゃないですか。その場所までちゃんと案内してくれて教えてくれたりするんですけど、ベルギーで最初フランス語も何にも全く読めずにこう片手にシルブプレーって言って見せたら、あっちっていうのが何回か続いたので、そういう対応の
人が多いです。日本はやっぱりおもてなし文化があるので、あそこまでサービスをしてくれるんですけど、あのサービスを期待して来ない方がいいかもしれないです。びっくりしたことといえば、お店でストライキがあるんですよ。なので、例えば自分たちの労働環境に納得がいってないとかっていうことがあったら、お店のこのスタッフがストライキを起こしてお店をクローズします。普通の平日に行ってお店が閉まってて、どうしたのっていうふうにマヌに聞いたら、ストライキを起こしてるから閉めてるいうのがあって、びっくりしました。あとね、私のカイトが通ってる保育園でも国に対してストライキを起こして、今日は休むからまた月曜日来てねみたいな感じに言われたこともあるので、フランスとかベルギーに関してはストライキが多い国っていうのは知ってたんですけど、こんな風に示すんだっていう風にびっくりしました。はい、4つ目はお店つながりでいくと、日曜日にお店が営業していないことです。これはもう今でもやっぱ不便です、正直言うと。だって日曜日ってみんな出かけたりするのにお店がやってないんですよ。お店っていうのは、デパートだったりとか大きい街はどうかわからないですけど、空いてるところもたまにあります。ただほとんどのショッピングモールだとか洋服屋さん、もう薬局、もうそういったもう全てのものを買う系のお店が閉まってます。これは慣れない。未だに慣れない。日曜日何しようみたいな平日も日本みたく9時とかまで開いてるお店っていうのがベルギーはないです。なので私の近くのショッピングモールでは7時にはお店が閉まる。もう仕事終わって急いで行って買ってでおしまいっていう感じ。ゆっくり見れないのがちょっと不便だなっていうところ。これに関して言うと、やっぱりベルギーってこの人を雇うのが高いので、日曜日ってダブルペイなんですよ。なのでその分お金を倍に払わないといけないってことで、ほとんどのお店が閉めてるところが多いのかなというふうに思います。5つ目はお家に関してです。お家の作りが適当なことです。これは、以前住んでいたアパートメントは家賃で言うと10万ちょっとぐらいは日本円で言うと払ってたんですけど、結構なかなかの値段じゃないですか。2LDK だったんですけど、これでもう問題が山積み水が止まるとか。水が止まるってそうそうないじゃないですか。日本で言ったら3回4回ぐらい止まりました、1年で。あとは水は出るけどお湯が出ないとか、シャワー浴びれないみたいなことがあったりとか、作りで言うと新築で入ったのにお風呂のこのペイントしてる壁が剥がれてきてたりとか、あとはなんか家の中に換気扇マシーンみたいなのがあったんですけど、そこから異臭がするなんか魚みたいな匂いがしてきて、なんでこんな臭いんだろうねみたいな、うちが臭い人みたいになってて、友達も呼びたくないじゃないですか、そんなうちが臭いって思われたくないからで、ある日どこが臭いんだろうみたいな風になって原因をたどっていったところ、この換気扇のとこから匂いがするって言って異臭事件がありました。あとはね、アパートメントのドアが普通の部屋と部屋のドアみたいな感じなので、玄関のドアがこの日本みたくしっかりしてないから、ちょっと隙間が空いてて、下に関してはで虫とかも入ってこれる感じ。これがベルギーのスタイルなのかもしれないんですけど、びっくりしました。お家の治安問題で言うと空き巣が多いんですよ。ベルギーが空き巣が多いのか、このモンスが空き巣が多いのかわからないんですけど、同じアパートメントに住んでる友達も夕方の時間帯で空き巣に入られて、もう窓を思いっきり割られて、でみんなが見える位置なんですよ、この窓っていうのが。なので相当大胆にやったなっていうのがびっくりしました。最後6つ目は冬が長いっていうことです。冬もともと寒い地方に住んでる方とかだったら全然乗り切れると思うんですけど、私は沖縄から来たので冬に慣れてなくって、冬になるとやっぱ朝8時9時ぐらいまでは暗いんですよね。ビタミン D をサプリで取らないと結構体調悪くなったりとか鬱っぽくなったりっていうのはあります。冬は辛いなと思いました。あとはもう単純に寒いです。ベルギーの冬はこたつが恋しいあとはそうですね、細かいことで言うとベルギーの人は結構車の運転が荒いので、日本人が多分初めてこっちに来て運転するにはちょっと怖いのかなっていうふうに思います。普通にウインカーなしで割り込んできたりとか、あとは高速とかだともうちょっとでも遅かったりするともう
だいぶ詰められる。だいぶ詰められて、煽り運転がすごいなるべく私は怒らせないようにそーっとどうぞ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 みたいな感じで、最初はちょっと怖いかなって思います。あとは税金がベルギーは 21% とちょっと高いんですけど、私たちのためになってるので、病院が安くなったりとか、その他いろいろカバーされるものがあったりとか、いいことに使われてはいるので、そこは知っといていいかなという情報ということでお伝えしました。そうで、この間から郵便物に税金が取られるようになったみたいで、私たちが受け取った時に払わないといけないっていうのが新しく始まったそうです。はい、というわけで本日はベルギーに住んで大変だったことを紹介しました。それでもすごくベルギーに住んでよかったなっていうことはたくさんあるので、こちらの動画もぜひ参考にしてください。はい、それでは皆さんのベルギーに住んで大変だったことだったりとか、ベルギーに関する質問もお待ちしてますので、ぜひコメント欄で教えてください。それでは、ありがとう。